今回はパースについて説明したいと思います。立体感のある絵を描くにあたって、パースは避けて通れないものなので、ぜひこれを機に知っていただければと思います。まず大きな枠組みとして遠近法があります。遠近法とは絵の中に距離感を生み出す手法のことで、距離感を表すにはいくつか方法があります。線によって距離感、遠近感を表す方法と、色によって遠近感を表す方法があります。今回はその中でこの線の方に注目して説明していきたいと思います。で、この線によって遠近感を生み出す方法のことをパースもしくは透視図法と言います。パースと透視図法は理論的には同じものなのですが、言葉の使い方のニュアンスが少し異なっているので、それぞれ分けて解説したいと思います。まずは、透視図法から説明すると分かりやすいと思うので、こちらから始めます。透視図法は、美術の授業などで習ったことがあるかもしれませんが、点と線を使って遠近感を生む手法のことです。透視図法を書くにあたって、まず最初に消失点を設置する必要があります。消失点が書けたら、それに向かっていく、線を何本か書いていきます。縦の線が書けたら、今度は横の線を足していきます。この時、横線を奥に行くにつれて幅を狭めて描いていくと、このように奥行きのある平面のように見える絵を描くことができます。また透視図法には3種類あって、1つ目は一点透視図法、それから二点透視図法、そして三点透視図法の3つが存在します。一点透視図法は消失点が1つしかない、透視図法のことを言います。今、ここに書いた図も、消失点が1つしかないので一点透視図法にあたります。二点透視図法は消失点が2つあるもので、三点透視図法が消失点が3つあるものです。今それぞれの種類の透視図法を活用した、風景画を表示しました。まず、この絵は先ほど描いた透視図法と同じで、消失点が1つしかないので、一点透視図法になります。一点透視図法の場合、この1つの消失点に向かって、あらゆる辺がそこに向かって収束していきます。次に、2つ目の図は、消失点がこことここの2箇所あるので、これは二点透視図法になります。二点透視図法はまずこちらの消失点に辺が、や線が収束していきます。また、こちらの消失点も同様に、これに向かってさまざまな線が向かっていきます。次に、一番下の図ですが、これは消失点がこことここと、ここにあるので、3つあるので三点透視図法にあたります。これも同様に、それぞれの消失点に向かっていく辺を描いていくことができます。三点透視図法は平面2方向に加えて、3点目が加わるので高さのある、構図になることが
よくあります。次に今回のメインテーマであるパースについて説明します。小学校の算数の授業でこのような立方体の絵を描かされたかもしれません。これはどの辺も、同じ長さで表されています。論理的にはこれは正しいのですが、目に見える立方体としては間違った図になります。今回皆さんに描けるようになってほしい立方体はこのような立方体です。実はこの立方体は先ほど説明した三点透視図法に当てはめることができます。この立方体の、ここの辺を伸ばすと、この消失点に交わります。そして、こちらの方にも、今度は青色で、伸ばしていくと、こちらの方に消失点ができます。そして下の方も同様に、画面外にはなりましたが、こっちの方に消失点ができます。このようにしてそれぞれの辺を伸ばしていくと、3つ消失点が生まれるので、立方体も三点透視図法と、同じことだということがわかるかと思います。ただし、このパースという言葉は、遠近法や透視図法という言葉よりも実用的な言葉として使用されることが多いです。立方体を描くときには慣れてこればいちいちこのように消失点を見極めて、透視図をすべて描く必要はなく、自然に見える程度の8の字に調節することをします。8の字になっていることをパースが効いていると言います。この時、自分から遠ざかっていく方面に、8の字の小さい口の方が向きます。つまり、自分より近いところの距離よりも、遠い方の距離のこの幅の方が狭いということになります。これは、どの消失点に向かっていく辺にも同じことが言えます。もし、ここが例えば、このように開いてしまっている場合、この辺を伸ばしても、消失点にこのように開いてしまっているので、交わらない事態が起こってしまいます。このような書き方は、逆パースと言われ、間違った書き方になります。こう開いてしまっていると、遠近感が感じられなくなって不自然な形に見えてしまいます。なので、ここは必ず8の字。この辺が平行であっても、8の字の角度が十分に足りていない場合には不自然な立方体に見えることがあります。なので、ここの8の字は意識していく必要があります。ただ、逆に意識しすぎて8の字が急になりすぎると、今度はオーバーパースと言われる好ましくない書き方になってしまうので、加減には注意する必要があります。次にパースの概念を応用して円柱の書き方について説明します。まずこのように薄い板を配置したときどう見えるでしょうか。線のように見えるんじゃないかと思います。これはなぜ線のように見えるかというと、厚みのない板が、支点の高さに位置しているからです。今度はこの板を少し下に移動させてみるとどのように見えるかというと、このような、高さの低い台形のような形に見えるかと思います。さらに下に下げていくとどのように見えるでしょう。このようにより面積の広いような台形の形に見えるのではないかと思います。反対方向の上の方にこの板を動かしてみるとどのように見えるかというと、この位置ではこのように見えて、さらに上げると
このような形になるのではないかと思います。こちらはこれの、視点を境にして反転したもののように見えるかと思います。実はこれらに円柱を当てはめることができます。番号を振ったので、それぞれに円柱を当てはめてみたときに、どのように見えるかというのを、一緒に見ていきたいと思います。また、下のところに簡単に、それぞれの段階ごとの状況において、視点とモチーフの関係性を表した図を、ここに書きました。まず、1番、ここの状況にあるとき、視点は1番の範囲よりも高い位置にあるので、状況としてはこのような図になります。上からモチーフを見下ろしている状態です。次に2番の場合、視点の高さが、ここの中心に位置しているので、このような表示の仕方でいくと、このような、形でモチーフを見ている状態になります。次3番の状況の時は視点がより低い位置にあるので、見上げている状態になります。そのため、このような表示の仕方でいくと、モチーフがより高いところにあって、こう見上げているという状況にあたります。次にそれぞれの段階ごとで円柱を見ているときにどのように見えるかというのを解説していきたいと思います。まずは1番のところから説明したいと思います。ここをそのまま、こうやって出してきたわけですが、まずですが、それぞれに楕円を当てはめていきます。これらはこのように楕円として表現しましたが、正面から見れば、完璧な円になります。円を横から見ているためにこのように楕円のような形に見えます。この時視点は、高い位置にあるので、このように見下ろしている形になります。このような状況の時は、視点から遠ざかっていくほど、このように面が広くなっていくので、この円のカーブというのも、それに応じて、視点から遠い方がより丸みを帯びるという、ことになります。逆に視点に近い方が、緩やかなカーブになります。次に、この楕円の端の部分を、それぞれ結んでいきたいと思います。はい。次に、この裏の線は、こう隠れて見えないので消します。最後に、このような補助線を、取り除いていくと、これで円柱の完成です。2番の場合は、先ほどと同じく、また楕円を当てはめていきたいと思います。先ほどと同じように、ここの、端のところをつないであげて、最後に裏の見えないところを消すと、これで2番に円柱を当てはめた場合にどのように見えるかというのが書けました。今度は視点がちょうど中心のところに位置しているので、円柱の上面も下面も、見ることができません。次に3番です。また同じように円柱を当てはめていきたいと思います。今回は視点が、下の方に位置しているので、円柱を見上げている、状態になります。そのため、円柱の下面だけを見ることができるという状況になります。最後に、円柱を描くにあたってよくある間違いについて説明しておきたいと思います。円柱の形をしているもの、例えばコップなどを描いたときに、このように、書いて表現することが時々見受けられますが、これは、間違った書き方になります。どこが間違っているかというと、先ほど説明したように視点が、高い位置にあって見下ろしているにもかかわらず、視点に
より近い部分のこの楕円の丸みが支点から遠いところの丸みよりも丸みを帯びてしまっているということが間違いです。本当ならこれは逆で、こちらの支点から遠い部分の方がより丸みを帯びることが正しい円柱ということになります。このような絵は描かないように気をつけましょう。それでは、これでパースの基礎解を終了します。ありがとうございました。